So here I am about to explore. I feel I must like never before. I'll take a chance on reaching my shore. My heart is full of hope, I'm on my way and I won't ever stop. So here I am about to explore. I feel I must like never before. I'll take a chance on reaching my shore. My heart is full of hope, I'm on my way and I won't ever stop. So here I am about to explore. I feel I must like never before. I'll take a chance on reaching my shore. My heart is full of hope, I'm on my way and I won't ever stop. 皆さんこんにちは。富雄アカデミア77です。今回のスタートはやっぱりスクランブル交差点からになります。今日はこの渋谷の谷底スクランブル交差点から散歩していきたいと思います。渋谷駅周辺は実は川が流れる谷底の町と言われています。周囲の道玄坂や宮益坂はこの谷から台地へ登る道なんですよ。地名の由来はこの地を治めていた渋谷市から来ているのが有力だと言われています。明治時代以降、この谷底の渋谷駅が現在の巨大なカルチャー発信地へと進化しました。ここはスターバックスです。多くの写真や動画で映し出されていますね。このセンター街宇田川町は昼と夜でものすごく変わります。夜は多くの若者が集まってきて賑わいます。まず最初に見えてきたこの右側はガチャの店ですね。では中に入ってみます。まあ大人になってもこのガチャはすごく人気ですね。何が出てくるか楽しみですよね。結構広いです。ここもやっぱり観光客が圧倒的に多いですね。ものすごい数が揃っています。僕自身あまりガチャをやることはありませんが、しかし僕たちの年代でも結構ガチャにはまってる人は多いです。マイネオが見えます。携帯料金を安く抑えたかったらマイネオはお得だということです。僕も一度入ってみましたが、いろいろ制約があって僕の使用には向いていませんでした。左に焼き鳥屋さんが見えてきました。日本で焼き鳥は非常に気軽に入ることができる場所です。今や観光の人たちにとっても気軽に食べて飲めて魅力だと思います。はい、一旦ここでセンター街を離れて右側の道に入ります。左側に和牛食べ放題の焼肉店があります。焼肉は何といっても人気が高いですね。お好み焼きも見えてきました。最近は外国人観光客にも人気ですね。西武の A 館と B 館の裏側に出てきました。この道を東急ハンズに向かって散歩します。左にザラが見えてきました。ザラはもう世界のトレンドの最前線。パリコレで発表されたデザインが信じられないスピードで数週間後には店頭に並ぶ、まさにファストファッションのスピード感。
を体現しています。良いなと思ったら迷っている暇はありません。なぜなら次に店に来た時にはもうそのアイテムはないかもしれないから、この一期一会感がザラでの買い物をゲームのように面白くしてくれるんですよね。ザラといえばこのファッションのスピード感が魅力で、お店の制服に使用するためよく購入していました。中は結構広く大きいです。この道もいろんなファッションのお店、またはユーズドファッションも多い通りです。左にある店、米兵です。日本最大級のリユースショップですね。では中に入ってみましょう。ここはルイ・ヴィトンをはじめ、有名ブランドのユーズド商品が多く揃っています。ローレックスやシャネル、エルメスといったハイブランドを安心感を持って探せるのは、徹底したプロの心眼鑑定があるからこそです。新品ではなかなか手が届かない憧れのバッグやジュエリーを良い状態で手に入れるチャンスがあります。これはもう大人な宝探しであり、環境に優しいサステナブルな消費にもつながり、一石二鳥の賢い選択ですよ。プロの心眼鑑定がしっかりしているお店として安心できます。パッと見ただけで、ルイ・ヴィトンのバッグ、シャネルのバッグ、エルメスなど、かなりのものが揃っています。では、2階に上がってみます。ハイブランドのバッグが見えてきました。フェンディです。洋服はシャネルの洋服がかなりの量が揃っています。これはエルメスのバッグです。まあエルメスといえば、今やユーズド品でも信じられない金額の値がついています。40年前とは比べ物になりませんが、以前パリで買ったケリーバッグなども当時50から60万ぐらいだったと思いますが、今やユーズド品で170万から中古品になると300万に近い値がついています。こうやって見ると本当にびっくりします。ここに貴金属類、時計などが見えます。3階もまた多くのブランドバッグなどが揃っています。この品揃えはすごいですね。カルティエのラブブレスレットです。ゴールドでもものすごい金額になってますね。このラブブレスレットを初めて知ったのは20代後半の頃です。ネジ回しがついてきて外せない仕様でファッション業界で当時すごい話題になっていました。その頃のパリでだいたい25万だったと思います。今は金の値上がりがすごくなったとはいえ、今の金額はもう驚きです。とにかく100万から170万ぐらいしています。はい、これはエルメスのバッグです。まあ、エルメスといえば、今やユーズド品でも信じられない金額の値がついています。40年前とは比べ物になりませんが、以前パリで買ったケリーバッグなども
当時50から60万ぐらいだったと思いますが、今やユーズド品で170万から新古品になると300万に近い値がついています。ここに貴金属類、時計などが見えます。3階もまた多くのブランドバッグなどが揃っています。この品揃えはすごいですね。はい、出てきました。これからまた東急ハンズ方向に向かって歩きます。ペットショップも見えてきました。見てると可愛いです。ここにもガチャの店、やっぱり人気がすごいです。はい、デザートスノーが見えてきました。いよいよ古着の聖地ですね。T シャツからヴィンテージのデニム、ミリタリーまで、とにかく商品量が半端じゃない。だからこそ古着初心者からマニアまで誰でもウェルカムな懐の深さがあります。はい、ここはリーバイスのジーンズとかすごく数が揃っています。もちろんその他、ポロの古いタイプのジーンズなども置いています。数は少ないですが、サングラスのレイバンなども置いてあります。まあ数が少ないですけれども、結構個性的なものが置いています。このコーナーはヨーロッパのものをメインに置いてるみたいです。ディーゼルのジーンズなんかもあります。ヴィンテージなども置いてあり、かなり広いです。見応えがありますね。すごく並んでいます。豚骨ラーメン専門店だそうです。この道をまっすぐ上がると、先日紹介したパルコに抜ける道だと思います。
ここにも個性的なお店、詳しくはありませんが、キャラクターの人形などを置いてあります。置いてあるっていうことは、それだけ人気があるのでしょうね。はい、東急ハンズが見えてきました。僕にとって創造性を刺激する好奇心の伝統、東急ハンズです。ここは単なる店じゃない、僕らに自分で何かを始めるヒントを与えてくれていました。今日は東急ハンズの地下にあたるところから入ってきます。メインの入り口ではありません。この地下というか1階は植木などが主に置いてあります。巨大なアイデアの倉庫です。最新の便利グッズはもちろん、レザーや木材といった DIY の素材が揃っていて、これを使って何か作りたいというクリエイティブな気持ちを刺激されるんですよ。まずはエレベーターで5階に上がりました。ここから主なところを順番に見ていきたいと思います。5階は文具ステーショナリーなどが置いてあります。もちろん額縁などもここでオーダーメイドできます。とにかくものすごい数で、東急ハンズに来たら揃わないものはないと品数は豊富です。はい、こちらはステーショナリーです。お土産に喜ばれそうな木彫りの名札みたいなもの、結構面白そうです。このしおりも個性があって、これを持ってると本を読みたくなります。見ているだけでも楽しくなります。これは昔懐かしいノートですね。こういう昔ながらのシンプルなノートを見ると書きたくなりますね。でも最近は全然書くことが少なくなり、メモ帳なども iPhone やパソコンで打つことが多くなりました。東急ハンズで購入した珍しいものとしては、紙のエクステンションをつけるために使用したホットグルガンを購入したことです。これで随分とヘアスタイルにエクステンションするのが楽になりました。1980年代頃、六本木のクラブに働いている人たちがエクステンションやドレッドヘアをやりたいということでやりました。これを使用することで時間短縮になりました。ドレッドヘアにするためにドレッドパーマをかけました。周りを樹脂でカバーされている針金を購入し、パーマのロッドを作成してパーマをかけていました。一人やってあげたらすごく喜ばれて、多くの仲間を呼んできてくれた思い出があります。家庭用品を見るのも楽しいです。包丁なども売っています。この包丁のコーナーはやはり観光客には人気です。もちろんすごく調べている人は東京の鍋屋横丁など行って購入しますが、時間がない人にとってはここでの購入はありがたいです。
はい、ラジカセコーナーがあります。今やカセットテープがブームのようで、ラジカセも人気のようです。東急ハンズ正面入り口の幕向かいにあるスターラウンジ。ここもライブハウスで隠れた名店です。雑貨とライブハウスが対峙しているこの光景、まさに渋谷らしい。ここはロック、アニソン、アフリカ音楽までジャンルに縛られないディープカルチャーの発信地。日常の景色から少し離れて刺激的な音楽やアートに触れる。この場所がまた次のトレンドやスタイルを生み出す原動力になっているんです。なんといってもこのエレベーターの中、このシールの量はすごいです。まあここには多くのライブハウスが入っています。ライブには僕は来たことありませんが、このシールの壁紙を見るだけでも値があると思います。この横にレコードショップがあります。今日はお休みみたいです。残念でした。では、モンベルのショップに行ってみたいと思います。機能美を極めたモンベル、皆さんご存知だと思いますが、創業者の辰野さんは、かつてパタゴニアを日本に紹介していた人物です。その後、モンベルを立ち上げ、モンベルは独自の道を歩みます。機能美、徹底的に追求したお店です。余計な装飾を削ぎ落とし、最高の素材を使いながらも、パタゴニアより求めやすい価格で提供するコスパの高さ、なんといっても魅力です。最近、登山用品が人気なのは、その機能性がそのまま日常の快適さにつながるからで、多くのファッションピープルにも人気です。軽くて蒸れない、雨にも強い、そして機能性を追求した結果、生まれたシンプルなデザインが今のスックススタイルにドンピシャでハマっているんです。最近運動するにしてもストレッチ素材など化学繊維を多く使ったものが多い関係で肌アレルギーの人がとても多くなり気になります。そこで非常に人気なのがメリノウールの下着です。薄手、中間、厚手とありますが中間が暖かく使いやすいです。寒がりは厚手もチョイスできます。夏でも着れる薄手など人気です。メリノウールの良さは化学製品アレルギーの人には手放せません。
登山で毎日お風呂に入るといったことができない人でも3、4日着ても臭くないなど脱臭効果があり、しかも速乾性があり、汗をかいたとしてもすぐ乾くので非常に便利で愛用者が増えています。メリノウール系の下着はおすすめします。はい、モンベルを出ました。また宇田川町へ戻りたいと思います。出てすぐのところ、横浜家系ラーメンの横浜チョダ商店ですね。宇田川町にもいろいろな有名なラーメン屋があって、観光客も含めラーメンを食べる人が増えています。はい、では信号を渡って HMV レコードショップに向かいます。大手 CD ショップの HMV が展開する中古と新品のレコードに特化した専門店です。聖地渋谷の宇田川町周辺は輸入版レコード店や DJ 向けの専門店が集まり、日本のクラブ、音楽文化の中心地でした。その文化を復活させ、牽引する存在としてオープンしました。クラシックを除くロック、ポップス、ジャズ、ソウル、ヒップホップ、クラブミュージックなど幅広いジャンルを網羅しています。ヨーロッパやイギリスからの直接買い付け品が多く、レア版や名盤が豊富です。ほぼ毎日新商品が入荷されるそうです。レコードといえば、僕が30代の頃、一時非常にオーディオに凝っていた時期があります。ですから LP は何百枚も持っていました。今はほとんどありません。どうしても手放せないものはデジタルに変換しました。やっぱりオーディオに固まり始めると、シンプルな音を目指してジャズのトリオなどの曲、もしくはボーカルなどよく購入していました。その中でジュビル・エヴァンストリオの名盤ワルツ・フォー・デビーなどです。この1枚のレコードの中にどういった音が入っているか、普通のオーディオ設備では聞き取れない音を聞き出すためにオーディオ設備に何百万もお金をかけてた時代があります。当時気に入っていた大型スピーカーは JBL でした。ボーカルも目の前で歌っているライブ感を感じるためにアンプやつなぐコードにもこだわったこともあります。スピーカーで細かい音を聞き出す楽しさ、例えば狭いライブハウスで録音したワルツ・フォー・デビーなど、聞いているとちょこっとしたグラスの音なりお客さんがつぶやいた声などが普通のオーディオでは聞こえない音が聞こえたりして、それが楽しくて自慢していました。でもそのうちクラシックを聴きたくなり、タンノイのスピーカーが気になり始めました。特にタンノイは音質も太くて温かい音で、クラシック音楽聴くには最高だと思っています。磯丸水産のお店が見えてきました。手軽に新鮮な海産物が食べられる。ここも人気のようです。美味しそうです。はい、メガドンキホーテのお店に来ました。ここの最大の特徴、なんといっても24時間営業であることです。旅行者メリットは、渋谷観光やライブ、食事で遅くなった後でも、時間を気にせず買い物ができます。急に必要になった日用品、深夜に小腹が空いた時のお菓子や飲み物など、いつでも立ち寄れる安心感があります。メガドンキホーテというだけあって、メガ級の圧倒的な品揃え、通常のドンキホーテよりもはるかに広大なフロアを持ち、食料品、日用品、医療品から家電、ブランド品まで何でも揃うのが魅力です。お土産コーナーの充実もすごいです。旅行者が興味を持ちそうな日本ならではのお菓子、化粧品、美容グッズ、面白い雑貨、キャラクター商品などが豊富に揃っています。外国人観光客向けのサービスとして、免税手続きに対応しており、手続きカウンターが設置されています。お得に買い物ができるため、まとめ買いにも適しています。まあ旅行客にとって、ここでお土産を見つけるのも楽しいと思います。ホテルの中で軽く一杯やる時のおつまみなど手軽に揃います。はい、お菓子好きにはたまらない。特に旅行者が好きなのは抹茶のお菓子みたいです。ポッキーも人気商品ですね。キットカットも人気商品ですね。1階から7階まであるみたいです。
ここすべて見て回るだけでかなりの時間がかかります。食料品から7階のキャリーケースまでありとあらゆるものが揃っています。すごいです。メイク用品からスキンケア。そしてやっぱり旅行者にとって薬も人気のようです。特に黄体酸や下痢止め、または筋肉痛の湿布薬など結構買ってる人が多いです。はい、ここの湿布薬かなりの人気です。以前タイなどでゴルフツアーをやってる時に筋肉痛になると日本では非常に高いアンテリンなど使っていましたが、バンバン塗るには高すぎました。でもバンコクで見つけた人気商品、バンテリンに似た塗り薬が売っていて、歯磨き粉よりちょっと大きいチューブに入っていて、それを5本6本まとめて買ってきました。お土産にゴルフ仲間にあげたら、とても喜んでもらえた思い出があります。海外に行くと、どこで買ったら良いかわからないことがよくあります。でもここのドンキホーテに来たら、あなたが欲しいと思うものは、ほとんどあります。はい、地下に来ました。僕がお酒のおつまみに好きなのは、ビーフジャーキーとか、天狗のビーフジャーキー、これ美味しいです。また僕の好きな酢漬けのイカ、これはほろ酸っぱくてビールが進みます。ホタテの貝柱が好きな人もいます。もちろん健康を意識してミックスナッツなど、また日本のお菓子としては、柿ピーコと柿の種です。美味しくて癖になります。メガドンキ渋谷本店は、ただ安いだけじゃない、日本のカオスな魅力が詰まったアミューズメントパークみたいなもんです。特に海外から来た友達を連れて行くと、日本の面白くて便利なアイテムが、夜中でも一箇所で全部手に入るってんで、めちゃくちゃ喜ばれますよ。最後の夜にお土産を駆け込みで買うには、ここ以上の場所はないですね。はい、一通り見ましたので、出てきました。これからまたスクランブル交差点の方に向かいます。ココイチが見えてきました。ココイチのカレー、海外の人にも人気のようです。はい、日本から発祥したカラオケ。このセンター街にも多くのカラオケ店があります。キャリーケースの専門店があります。壊れた人などここで買うと助かりますね。一つ一つが非常に安いです。5000円前後の品揃えで。日本でおなじみの牛丼、松屋です。吉野家か松屋が手軽に安く簡単に食べられます。素早く食べられる。これは便利です。最近はスマホで簡単に調べられるせいか、観光客もよく知っています。逆に日本人が教えられることが多くなってきました。ここに野郎ラーメンがあります。このセンター街にもイケアがあります。
ここはそんなに大きくありません。郊外に行かないとなかなか大きいショップはないと思います。これが海外だととてつもなく大きく、それこそ何でも揃います。海外に住んでる時には、IKEA でほとんどの住居に必要なものは、揃えてよく使っていました。焼き豚が見えてきました。ハツとかモツとかのお店みたいです。結構人気のようです。左手にラーメン店があります。ラーメン店も非常に多いですね。はい、渋谷スクランブルの方に戻ってきました。相変わらずスクランブルで記念撮影したり、ポーズを撮ったりして、撮影をしている人が多いですね。まあ団体旅行者も多いです。今回紹介した東急ハンズや宇田川町の古着屋、レコードショップといった散策ルートは、スクランブル交差点から近くにあり、アクセスしやすい場所にあります。ではここまで見ていただいて、本当にありがとうございます。もし気に入っていただけたなら、チャンネル登録よろしくお願いします。